ヒガドジョンです。今回はね、ナビブース、アーリーアタックスというわけでね、名前変わっててね、分かりづらいかもしれないんですが、チャスマック EA の方がね、チャスマックゲーミングとの契約の方が解除されまして、メンバーはね、こちら、ヒロヤさん、ヤッターさん、クマさん、チャーさん、ハデスということで、チャスマック EA の中身とは変わってないんですけども、クランの名前が変わりましたよと。ツイッターやってる方ならね、今、X やってる方ならね、見たことあるかもしれませんが、YouTube でね、見てる方は、名前変わったんだ、知らなかったって方もいると思うんでね。はい。当然ですが、シンセの入って、ナビの方もね、世界大会前に調整していくような対戦になっていきます。で、2クランともね、日本人が4人プラスで外国人が1人ずつ入ってるっていう、ちょっと特殊なチーム形態が全く一緒っていうところで、その辺のね、日本人じゃないプレイヤーの活躍っていうのもちょっと大事なところになってくるかなというところですね。はい。というわけで早速やっていきましょう。さあ、シンセファーストアタック。配置やば。世界大会予選がね、まだ残ってるっていうところで、大事な配置は使いたくないというところで、そういうような感じになってるのかな。さあ、ここは初手トームから入っていく形のスーパーアーチャー、スーパーバーバリアン編成。このね、対地クロスボウと投石機の間には巨爆を置くことができない。あったとしても1バスのね、ユニットしか置けないような感じなんですが、トルネードと巨大爆弾によって少しだけ減ったかな。どうだろう。さあ、ウォーデンがここ間に合いまして合流をしていきます。さあ、中心部どれほど削れるか。数としては結構減ってますね。2体のスーパーアーチャーしかいない状況になってしまいました。トラップ等はね、置いてある数としては少ないんですが、クローンを増やしたことによって受けてしまったかな。範囲ダメージでね、ブグブグーと起爆が2本入って、ウォールブレーカーとかもね、きつつっていう感じで。バリューとしてはちょっと微妙かなっていうようなイメージですが、クロス3つ残ってイーグルと打てないマルチが真ん中残ったんでね。ロイちゃん真ん中どうすんだけど、そうするとこの対地クロスに打てるっていうことでね、このクロスボウとマルチ IT は降りたかった。折れてればいいバリューだったかなっていう風に言えたかなと思います。ここがモノリスのターゲットを取るためにスーパーバーバリアンを差し込んでいって、これによってキングが当たらないようなね、キングに当たらないような形なんですが、ここ入りましたね。気づいてここはフィストを使っていきつつ、いいボールブレーカーでキングの道も作りつつ、中心部の方に入っていきました。ボールブレーカー作って、外周部の防衛説とか、この辺をね、スーパーバーバリアンで削りに行くような形してますね。ストライカーとスーパーバーバリアンを合わせてクイーンの方の処理を行いつつ、中心部キングクイーン入ってて、クイーンの方は黒く打って、巨爆ヒット。これはちょっと苦しそうかな、中心の方も。あとはロイヤルチャンピオンでどれほど削れるかっていう流れなんですが、フリーズ一発ありますね、裏に。ウォールブレーカーがないので、スーパーバーバリアン自力で壁を殴らせに行きます。さあ、開けることができるか。開いて、ここはレイジは切れていきますが、道は作ることができましたと。さあ、フリーズからのストライカー合わせていきますが、これは間に合わないでしょう。ちょっとシンセ苦しいですね。さあ、70超えて 80%。一応12時も、キャンプあるんで、ディガーかスーパー。ディガーの方がいいかな。12時ディガー。こうなっちゃうからね。だったら、バーバリアン2体で、大砲か水と、大砲になりそうかな。エリクサーポンプなるかな。大砲になるかな。2体で突っ込ませた方が破壊できるかな。ここ2体だったらね、削れそうって感じで。ディガーの方はこっちも削れることはなく。逆の方が破壊率は伸びたかなって感じですが、1パー2パーというところなの。初手のスーパーアーチャーパートが全てかなと思います。さあ、やったーさん。これはあれですね。キャスリーさんとリュウタくんの対戦で、リュウタくん側が使ってた配置になりそうかな。これ何でタウン起動したんだ？ユニットなんだろうな、これ。ウォールブレーカーかなんか投げたのかな、じゃあ。タウンホールの方にね、シューターが刺さるような形を取りつつ、イエティサイドカットで対空砲の方まで。ロイヤルチャンピオン殴ってるウォーデンの方が結構 HP 持ってかれたんでね、ヒーラー追加しつつ、レイジも。この辺はプランと違うのかもしれないですね。対空砲まで切りたいようなイメージだと思うんで、爆撃まで切りたいのかな、どうだろう。
これ、もう一発。ナイスクイーン。戻せない。スーパーボーラーうまいですね。しっかりクイーンだけでは反応できなかったところをスーパーボーラーでしっかり戻していきました。キングにキングぶつけつつ、ウォールブレーカー使って、スーパーボーラーのルートを確保していきます。タウンホールの方はもうケアができているのでね、自由なところにトームを打ちつつ、ただスーパーボーラーがなかなか合流ができていない。キングが6時外周回りつつ、アイスゴーレムですね。火力も高いんですが、本来は。レイジタワー乗ったところ、なかなか潰すことができてないですね。さあ、対地クロスボウがギリギリここはフリーズをかけることでスーパーボーラーを延命していきます。さあ、トームをここ中心部、レイジも置きつつ、奥にね、レイジタワーと投石機と、非常に攻撃力の高い防衛説が並んでますからね。さあ、内側から対地クロスを追って、ロイヤルチャンピオンが9時の方向へ。さあどうでしょうね。シューターの方はもう中身も含めて12時潰れているような状況。さあ、ここがね、さっき言った火力の高いところ。スーパーボーラーがレイジに乗って大暴れ中。さあ、ここもモノリスの方に半分ぐらいのダメージをすでに入れています。さあ、貫通できるか。クイーンの方はクロークが残っている。ロイヤルチャンピオンもここでブーメランをかけていって、クイーンはクローク突破。フリーズもまだ一発残っているというところで、誰でも取れるようなプランではなかったかなというような感想なんですけど、しっかり取っていきましたね。的確な判断みたいなところが今回は刺さったようなスーパーボーラーだったかなと思います。ナイス全開ですね。バーサス。さあ、ホッサン。最近の対戦見てると、後ろの方で攻めてるのことが多かったんですけど、さあ、6-1天才。配置は結構こういう感じで重ねてきた感じなのかな。さあ、天才のバリューとしては非常にでかいですね。多くの施設をぶっ壊しつつ。回廊配置はね、14の頃からめちゃめちゃ攻めてますから、ね。さあ、ジャイアントでクイーンのタゲ取って、この辺めちゃくちゃうまい。で、ロイちゃんの方に回したかったようなイメージだと思うんですけど、どうだろう。流れていっても、って感じかな。事前に穴開けしておいたところにキングを入れつつ、外周部ウィザード。アイスゴーレムはまだ出さないで、ここジャイウィズを使って外周カット。ここで、アイゴレはね、中心部でフリーズを作ってほしいんでね。で、ウォールブレーカー角度気をつけないと、左のね、マスに釣られちゃうんですけど、さあ、いい角度、ウォールブレーカーはしっかり中心部をたげっています。キングの方でできるだけ援軍重ねて止めていきたいですね。ここはエレクトロタイタン出てきて、一つ系の戦術を対策するような援軍採用かなと思います。クイーンの北陸打ちたいけど、なくても突破することができつつ、これタウンホールに見てんのかな。ワンチャンフリーズレイジとか置いてけばタウンホールで、タウンホールは一応ね、突撃艦でのケアというプランでしたね。しっかりクイーンの方も打つことができているので、突破できつつ、マルチ IT にフリーズ置いて、これめちゃくちゃうまいですね。まだラバハウンド1体手元に残ってます。スケルトンの呪文を置きつつ、ロイヤルチャンピオンのね、ストライカーを刺していかなきゃいけないので、ロイちゃんがもうそもそもたどり着きましたと。いやー、お手本のような回廊陣の突破。えぐいな。もともとこういう、こっち回りのルート見てたかもしれないですね。この方が、ヒーローパートに当たるダメージ量は相当減らせるので。いや、いいプランですね。バーカ強い。ガーサス。さあ、ヒロヤさん、ホグラッシュ。さあ、まずはシューターのためにテスラチェックを行い、スケルトンインベビジブルを、モノリスかな？モノリスですね。クランジをモノリスの方に入れていきます。ボムタワーとかもあるんでね、ホグ関係の戦術からすると、こうやって外周部のボムタワーを簡単に突破できるのはいいことですね。キング使いつつ、
ペイン部の方は当然のように成功を決めています。迫撃のタゲを取るようなシューターを差し込むんじゃないかなと、シューターじゃない、イエティ差し込みつつ、タウンホールまで見てるかな。火力的には結構低そうなので、ストライカーのタイミング完璧ですね。非常にいい形。さあ、ここは援軍も出てこないんでね、しっかりキングの方が伸びていって、逆サイドゴレビズ展開していきます。この辺もうまいですね。ゴーレムをね、クイーンの盾として使っていくわけじゃなくて、ゴレビズとして第3のね、区画を削りに行くような形で入れていきました。キングの方が、これは大工の方まで削りつつ、キング対キングの方まで軽く触ってくれそうですね。これ外周部ちょっと削りたいんで、ベビドラ多分そうですね。外周部削りに行かせて、スニゴブも使って。ヒーローパッドうまいな。さあ、ストライカー間に合うか。クロークだけは出してはいけないところなんですが、しっかりと。で、シューターの方は対地クロスボウに捕まったのと、イエティを使ってないですね。ちょっとこれは出しそびれたのかなっていう感じで。さあ、リクスケルトンも出てくるところ。ここフェニックスも軽くタウンホール触れてるので HP が落ちてますね。さあ、タウンホールまでは突破することができつつ、アイゴレからのホグ展開。さあ、フリーズもかけていいフリーズですね、これは。さあ、ストライカー合わせて、奥でレイジトームをここでかけていきました。いいところ。ストライカーにも軽くレイジをかけることでね、しっかり進ませていくことができてるんですけど、間に合うでしょうか。ロイヤルチャンピオンの処理まではできず、ただね、ストライカーが走り込んだことで陸のトラップはね、軽くめくれてますからね。さあ、ここもマルチ IT クロスボウを固めて、裏からアイゴレを差し込んでいきますが、ストライカーを全部使い切ってしまったことと、中心部溶けてますね。アイゴレとかもうまく使っての工夫だったんですが、中心パート、削り切ることはできず、溶けてしまいました。あとは裏から施設を削れるかどうかというところ。ファーストアタックが 85% 申請のところですね。なので、これ以上取れるかどうかというところがね、このアタックの大事なところになってくるんですが、80% から1まで行くか2まで行くか。時間の方が間に合わなそうかな。80% で終了になりそうですね。さあ、80% です。さあ、学クイヒーホグ。いつもはね、1番手とか2番手ぐらいに行くことが多いので、ホッサンが前に入ったことで3番手に回ってますね。まずは外周部の方を削っていくような形で入っていきます。テスラチェックも加味した。アーチャータワーのタゲはギリギリ入るかどうか微妙なところなんですが、間に合うかな。この後、迫撃とか撃って、内側の方に戻ってくれるというところですが、ガーゴイルタイミングが完璧。レイジはね、置けないですね。レイジ置いちゃうと、パットが速くなってしまうので。さあ、想定通りのルートをこれで取ることができてるんじゃないかなという形。さあ、ベビドラも入れつつ、キングの方をクイーンに向けて入れていって、その余力でこれ投石まで降りに行きたいようなイメージかな。さあ、入り込んでくれましたね。さあ、クイーンの方は火力が高くなってしまったところ、クローク合わせつつ、援軍はラバーチャか。投石機の方もやはりキングがクイーンに反応して内側入ったことで取ることができました。こういう誘導できるのにね、強いですね。マルチ IT がちょっとヒーラーターゲット入りそうなような距離感にそろそろ近づいてきております。クロークの方はもう使っちゃってるんでね。インビジブル一発で、ヒーラー入りましたね。エアスイーパー。そっちから行く。タウンホールは突撃艦でケアするってことですかね。ヒーラーの方はこれで一応守られていきつつ、ウォールブレーカーこれ中心つけるのかな。スケルトンの呪文を置いて、タウンホール反対からの入りなんで、初手でトームを打つことはせず、外周部にあるホーミングだけケアして突撃艦合わせの、レイジはタウンホールに合わせたいのでって感じかな。ストライカーも合わせて一気に飛ばしていきます。さあ、タウンホールの方まで届きましたが、これタウン裏の施設が結構重めなんでね、これ突破できるか。フリーズの方はマルチ IT を優先的に止めていきつつ、イエティが頑張ってこれは第一クロスボウまで追ってくれました。タウンポイズンギリギリ避けて進むことができてます。さあ、ヒーラーもここでスライドしつつ、いいですね。ロイヤルチャンピオンがこれポイズン捕まらないようにソラスケルトンで軽く時間を稼ぐことができました。さあ、裏からストライカー差し込んでキングの処理をさせに行きますが、ロイヤルチャンピオン、
ブーメラン飛ばして、ここで、モノリス先に折れたのは、これ突破できそうかな。あとは時間との勝負になってくるんですけど、真ん中クランジョ残ってますね。さあ、ブーメランここでかましていきます。ゴブリンも一応2体あるんで、もうエリクサータンク削って、ロイヤルチャンピオンをね、真ん中に進めていくような流れでやるしかないですね。さあ、残り時間は10秒ちょっとというところ、ウォーデンも殴ることができる。さあ、時間の方が間に合うかどうかですが、間に合っていっての前回か。すごいな。さあ、これは、マルチ IT を折るような形で、まずは天才を押していきました。で両サイドをスニゴブカットをしていきます。中心クイーンを置いて、ここは左だけエリクサータンク削れなかったですね。さあ、ウォールブレーカー入れつつ、ウィザード使う予定があるのか、スケルトンの呪文を置いて、さあ、ここからゴーレムとウッドランチャーを出していきます。スケルトンによってね、戻っていきますね。さあ、外周部アーチャータワーが浮いているので、そこに対してバルーン一発。もう一発必要ですね。さあ、追加でバルーンをいきます。キングとクイーンに関しては真逆の方向に行ってますね。さあ、2連巨爆はウッドランチャーもダメージを受けるような形。さあ、真ん中マルチ IT の方はね、ダメージは入ったんですが、大工に直されてしまうような形になりました。さあ、ロイヤルチャンピオンの方は、ここは、戻っちゃったけど処理まではできましたと。イエティの方もマルチ IT 惜しいですね。2連巨爆がなければダメージと合わせてもしかしたらみたいな感じにはなったかもしれませんが。しっかり上の方もアーチャーで回収をすでに入れていきつつ、真ん中マルチ2つ残るのは確定なので、そこを踏まえてどういうラバルを展開していくのか。3時の方はクイーンぐるーっと回っていきそうですね。フェニックスの方がアーチャータワーを破壊まで行きそうかな。ターゲット取ってるんですが、ここから3時の方からクイーンと一緒に進めていくようなラバルパート。エイストまでかけて、ちょっとここにテスラと赤バクといろいろ固まってますね。モノリスの方に進まないようなこのバルーンうまい。てか防衛側がうまいですね、これ。さあ、オイラバストライカーからの一気のトム、タウンホールもレイジをかけていきましたよね、これは。かけてるね。タイチクロスの方もレイジかけていきましたが、タイチクロスは打つことができていない。さあ、真ん中マルチ IT をね、打たせるようにロイヤルチャンピオン使って中心突破を試みていきます。クイーンも黒く持った状況で下側回ってるんですけど、難しいですね。とりあえずストライカー11で振り分けるかどうかですが、ロイヤルチャンピオン、ここはインビジブルでクイーンの方を処理させていきつつ、フリーズかけて、バルーンが第1クロスの方までね、たどり着いたんですけど、マルチ IT までロイヤルチャンピオンは突破できましたが、あとは時間との勝負。ヒーロー処理にストライカー使わなかったならクランジョに出したいですね。クランジョにストライカーを出していきつつ、時間との勝負という展開。これもさっきと展開似てますね。さあ、ストライカーもこれクランジョでいいんじゃないのか、普通に。さあ、2枚目ストライカー。時間差かけることで巨爆とかね、一つの罠に食らわないみたいなところもあるんですが、間に合うでしょうか。さあ、上のエリクサータンクもだいぶ前から殴ってたんですが、間に合わず。どうだ残り1秒いやー、間に合うのか。俺はまだわからない。さあ、カズマくん。クイヒーホグ。クイヒーホグ多いですね。ヒロヤさんの配置はさっきまでの配置とは打って変わって、かなり広めの配置ですね。広めの配置はね、火力も落ちる部分もね、多くなってくるので、クイヒー勢からすると、うまい誘導ができればかなり歩かせやすいタイプの配置になっていきます。特にウォールブレーカーも使わずにって感じですね。上から来ましたね。12時クイヒーがまずはスタート。このマルチ IT とキングのセットがやっぱ強いですよね。キングでキング処理しようとした時に、フィストとか使ってもね、バーバリアンをすぐ焼くことができたりとか、こうしてテスラも増えることで、キングそのものにダメージを入れることがしやすいっていうイメージですね。ここはスニゴブ使ってエリクサータンクのところ、これ援軍釣りも兼ねてるかもしんないけど、さあエリクサータンクをここで、本命のスニゴブ追加で降りに行きまして、降りきれない。降りきれない。援軍する目的ならね、この辺バルーンとかホグとかね、いろいろ投げたい放題できるので、これただエリクサータンクそんなに、テスラが生えたのでちょっとわかんなくなってる。
そうね、今ね、一瞬ちょっと足りなかったところだったんで。さあ、援軍の方も出てきて、ここはポイズンかけますが、ストライカーヒーラーたげってましたね。ちょっとクイーンたげったら怖いとこでしたが。うわぁ火力高い。カズマくんですら、これ、HP のコントロールに少し、手こずってるところですね。ここまで入ってしまえば、レイジタープラスのね、高火力援軍っていうのはやはり強いですね。ボマー採用なんで、確かにこれボマーめちゃくちゃ刺さりそう。アーチャーターンのところにボマー刺してくんじゃないかなって感じなんですけど、16時のホーキング入れて、アーチャーターンにバルーン入れて、ホグを3時からスタート。ボマー多分このアーチャーター、ボムター、タイチクロスの方に入っていく。クイーンの方はこれ延命できなそうですかね。死にました。ちょっと苦しそうには見えるけど、広い範囲になってくるので、フリーズですね。ここはトームの価値はあんまりないので、さあ、ボマーがここでやってきました。ボマ強。一撃突破。さあ、中心部入っていって、ここでトームです。レイジター重なるとこ、トームってやっぱりこういうところで打ちたいですよね。さあ、投石のタゲとかもね、裏のボマーと中身で取っていきたいようなイメージだったんですが、さあ、ロイヤルチャンピオン対1クロスボウ。しっかりこの辺突破させつつ、フリーズはとレイジが一発ずつ残ってる状況ですね。残り時間は30秒ちょっと。うわー、嫌な巨爆ですが、さあ、レイジ重ねて、フリーズ打って、いいですね。やっぱ広い配置はこうしてユニットも生き残りやすかったりする。スーパーホグとクイヒー。クイヒーのはちょっとタンクイヒーを選択したので潰れてしまいましたが。さあ、あとは時間との勝負になってくる。ブーメランかけていって、これは間に合いそうですかね。強い。ホグの方がぶっ刺さった感じでしたね。ナイス全開ガーサス。さあ、ハデス。編成はなんかすごいですね。クイヒのバルキリーにインドラが3体とロケバルが5体。タイタンも入ってというところ。これスケイン部なのかな、クイヒっていうわけでもなさそうですね。オデヒとかかもしんないね。シューター置いて、スケイン部やっての流れになりそうかな。インドラ多分タウンホールだな、これ。はいはいはい。ここはタイチクロスボウ2機とクロスボウを折るような形。面白いですね。多分、どうなんだろうな。ロケバルで対空砲を折りつつ、タウンホールをインドラで取りに行くようなやり方するんじゃないかなって感じですけど、ロケバルで、タウンホールじゃあ、シューターなのかな。おー、インドラインドラ。すげえすげえ。黒幕がすごいね、外周部。対空砲のケアできてんのか、それ。タウンホール残るくね。いやー、さすがにそれは無理では。入ったとしても無理だと思うな、それ。ちょっとこの辺、作りが変だなって感じでしたね。なるほど。タウンホールまで本来は取ってて、ここ3時の方にシューター流してって感じなのかな。さあ、ユニットとかね、いろいろ使いすぎてるので、もうおでんの方にもイーグルが飛んできてますね。さあ、次も食らうと、今のヘリ見ると結構やばそうですが、さあ戻っていって、どんどんどんと、さあクイーン使って、ロイヤルチャンピオンの方が、ポイズンリザードに反応して外周部、これも、なんとか、耐えてはいますが、ロイヤルチャンピオン結構早めに出す展開があると星1もワンチャン出てくるような感じですかね。さあ、バルキリーの方で、強いよ、このバルキリー。ストライカーも合わせて一瞬勝利していって、真ん中ジャンプ、レイジとかはないんですね。さあ、ここ真ん中に飛ばしていきたいんですけど、外周部はホグビズかけて、ここ一気のもうかけてもいいかも。トーム、ナイストームですね。これクイーンにも入ったね、ちゃんと。ただ、アイスゴーレムという相性はあんまり良くないものが出てきて、バルキリー、ポイズンないから、ポイズンないといけない援軍が出てくるよりはマシか。ネクロとかに関してはね、めちゃめちゃ強いからね。シューターようやくここからタウンホールを打つような形になっていって、スケルトンの呪文を置きますが、ここはマルチ IT がね、かなり近いところに置いてあるので、ほぼ意味をなしてないような状況でしょうか。これは中身次第では星1ですよ。
結構星1になりそうだなと、ロイヤルチャンピオンの使い道次第ではあるなと思ってたんですが、どうでしょうか。さあ、黒奥真ん中。モノリスの方まで降り切って、シューターの方が、タウンホールは一応殴ってるんですけど、さあ、スーパーガーゴイルですね。間に合いそうかな、だったらどうだろう。さあ、撃つことができるか、タウンホール。それはやばいな。さあ、クラウス5-2点差。今の星1防衛は、かなり勝敗を消したというような楽になりましたね。天才を真ん中打ち込んで、タイチクロスとマルチ IT のところを追っていきつつ、キングをそこに差し込んでいきます。ランチャー型が非常に多いんですけど、この作りはなんか違うことしてきそうですね。突撃艦もセットをしていきつつ、クイーンでタウンホールを取りに行かせて、突撃艦をどういう使い方するかですね。ここはバルキリーウィズでサイドカット。ウォールブレーカーもちゃんと持ってきてるので、行くのかな、そこ。通常のウォールブレーカーで一度チェックをして、いいウィザードですね。ベビードラッグ。ウォールブレーカー違うとこつきましたが、これクイーン普通に、そうだね。クイーン勝手に入るっていう。しかもモノリスの横打ちも受けないところなので。ここボマーに切り替えて、確かにそれ強い。そのボマー強い。さあ、ラバルパートも下からスタートしていきます。対空砲にはしっかりホーミングがセットされてたので、ラバハウンドをすぐ解けてしまいつつ、ボマーがエングのターゲットを引き受けてくれるのがね、強いですね。さあ、ここはレイストライカーまでかけて、相手のストライカーも耐えなきゃいけないので、ここでトームかけていきました。ボマーの方もトームにかかるいいトームですね。結構これは、スーパーガーゴイルの方にポイズン打ってもいいシーンかなと思ったんですけど、ストライカーに優先してかけましたね。どっちかにしかかけれないんでね、判断難しいところですが、さあ、ここは、レイジを持ってきてるので、しっかり中心かけつつ、ロイヤルチャンピオンもアイゴレとストライカーを合わせて投げ込んでます。さあ、中心モノリスまで突破できるかというところですが、バルーンの数はまだ手元に11体残ってますね。さあ、裏の防衛施設にテスラとか出てきてるんでね、防衛施設しっかり囲んでいきつつ、アイゴレのフリーズがここで入る。さあ、ロイヤルチャンピオンは能力が残った状況。リクスケも出てきたんで、もうここで打ちたいですかね。数で押せますね。余裕の全開。さあ、これで、ファーストアタック、シンセ以外全員全開ということで、強いね。14点。さすがに強い。綺麗な12、前回でね、4人は前回獲得という形になりましたが、さラストダックチャーさん。クイヒーのライドラですかね。にアイスラバ入ってという形。面白い。さっきの星1がなかったとしても、勝敗的には決してた形になりますね。相手追加されて12点という形。さあ、9時にライドラスタートしますね。アイスラバとコウモリを使って展開しています。さあ、援軍はスニゴブによってラバが出てしまいましたね。オデヒを下に展開してる感じなんですが、9時の区画の突破をライドラで見てるようなイメージだと思います。タンクまで見てそうな感じするな、これ。そうだね。タウンホールの方にレイジライドラを寄せていって、突破できるか間に合うか。もう一発撃てなそう、それ。撃てないね。モノリスが届いていたので、面白いプランでしたが、インビジブル使ってライドラの方をタウンホールに誘導するようなやり方で、だいぶクリエイティブなやり方だったんですが、タウンホールまでは届かず、突撃艦でケアをしていきます。はい。イエティですかね。
フィストも使ってロイヤルチャンピオン真ん中差し込みつつ、まあ苦しいですね。まあ全てが思った通りのね、感じに動いたら、タウンホールもライドラで突破することができて、非常に面白い感じになったかなというところでしたね。まあ、コウモリとアイスラバーを使うことで、ケアはね、してたようなイメージだったと思うんですけど、テスラも5本吐いたことでね、結構ライドラパートがそこでつまずいちゃった感じかな。さあ、撃てない外周部から防衛施設の横打ちを受けてしまっている4時サイド。フリーズ使ってロイヤルチャンピオン延命かけつつ、どうしてもね、やっぱね、ミスが起こるとこうして後手後手になってしまうのはね、あるあるですよね、クラクラの。うまくいってるときはね、しっかり先手先手で呪文を打つこともできるんですけど。あとはクイーンがぐるぐる回って生きて、ロイヤルチャンピオンも生きてればという形。これタウンホール折ることできてたら、兵器自由に使えたわけでしょ？前回ありましたね。時間、これどうだろうな。時間的に間に合うかどうかですけど、結構時間は厳しいんじゃないかなと思ってるんで、回収ユニットがいないですね、今。アーチャータワーがね、上も下もあるんで、ロイヤルチャンピオンは非常に長い距離を動かなきゃいけなくて、まあ、クイーンの回収だけではこれ間に合わなそうですかね。ウィザード1体とかゴブリン1体とかいるだけでも相当これ変わったかな。12時ウィザードね、かけれると、回収部大きく削ることができて、あとはこのね、アーチャータワー削れればってとこだったんですが、惜しいっすね。プランニング的には全然取れてそうなアタックだったんですが、93% です。はい、というわけでね、終了いたしまして、14対11でナビの勝利という形になりました。非常に強かったですね。まあ、お互い日本戦の中、レベルも高く面白い試合が見れたかなというところでしたね。まあ、ちょっと共に、イメージ的には結構ね、お互いのね、プラスアルファで入ってる外国のね、ハデスとシンセのところが、ちょっと苦しんでるようにも見えるので、まあ、シンセに関してはね、結構ね、10分の2かな加入後、公式戦加入後10分の2前回というところで、まあ、ちょっと本当に本格的にスランプじゃないけど、前回取れてない時期に入っちゃってしまってるので、まあちょっとこの辺はね、本大会始まる前には調整してほしいところかなと思いますが、まあそれはね、経験的なもので何度も世界大会も出てるので、まあ自分でできる、うまく調整してほしいところですかね。はい。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レジのお願いします。